を生き抜いてく混沌とした世界だから闇が渦巻いている細い糸が僕らを支配する形で舞台嘆くことしかできないならもう今夜は眠ろう回り回るメリーメリーゴーラン運命なんて信じない信じたくないゆらりゆられ流されるままに余裕だなんて洗うのねそんなの本当の自分じゃないよ誰かの祈りばかりじゃ成長できないちゃんと見える未来なんかないよ理不尽なリアルをしっかり見つめて生きてゆくそうしてあげ私の忍者先生。そうだ、マネキちゃんに教えてもらいたいのですが、ケーキ屋さんの場所をもう一度教えてもらえますか？いいにゃん。それなら、場所だけ教えれば平気なのかな。マネキちゃん、私は一人でアリーナを眺めてるから、闇野さんをそのケーキ屋さんまで連れて行ってあげたらどうかな。一度だけでもしっかり教えてもらえれば、次からは一人で行けますのでお願いできますか？わかったねん。それなら、すぐに戻るから、サクさんはこの辺りで楽しんでてほしいなん。わかったよ。あれだけの可愛い子はめったにいないし、この先だからまだいればいいけど。いたぞ！それならどうする？盗撮狙いするのか？それとも、持ち帰るか？ねえねえお姉ちゃん、今晩でもディナー一緒にどうかな？あれはサクさん。しかも盗撮犯。サクさん、どちらにいますか？やはりいないのか。そう考えると、さらわれたのはサクさんだったのか。それならば、小太郎さんにわかるように、まきびしを巻かなければ。小太郎はいるか？招きの声。何か問題があったような緊張感を感じる。小太郎。サクさんがさらわれてしまったねん。小太郎。もし、この位置も、影丸さんも、アジトの場所がわからなくても、この、巻きびしをたどれば、アジトまで行けるように巻いとくと言ってたねん。さすがは闇野さん。忍者としてお見事です。巻きびしには、そんな使い方もありますからね。招き、疲れてるだろうが、もう一度踏ん張ってくれるか。僕と招きで、盗撮犯のアジトに行きます。残りの皆さんは、事務所を頼みます。サクさん、小太郎も来てくれるから、すぐに向かうよ。闇野さんにも、無事に帰ってきたら、たくさんお礼をするねん。第38話、忍者の技。それでは、闇野さんとの合流、そして
サクさんの救出で向かいます。くのいちさんは影丸とサクさんのお父様とで事務所をお願いします。もしも何かしらあった時用にイヤホンマイクは置いておきますので、どこで何があるかわかりませんから、外に出る際は必ず電源をオンにして外出してください。わかりました。先生も気をつけて行ってきてください。招き。まずは9都心で闇野さんが巻き菱を巻きそうな場所を案内してください。わかったねん。サクさんは楽しむはずの9都心での思い出作りがとんでもないことになってしまったでござる。誰の責任でもないし、運が悪かったとしか言いようがない。でも頼む。作陽、無事で戻ってきてくれ。先生も招きも出かけました。残念ですが私たちにはこの事務所を守ることに専念するしかやれることはないですね。そうでござるな。この事務所には影丸様がいるから、どんな奴が来ても蹴散らすでござるよ。それと、サクさんのお父様、はっきり言って根拠はありませんが、先生も向かってますし、先生は必ず解決して帰ってくる人ですので、今は待ちましょう。私も小太郎探偵には伊賀での活躍で信用はしてますし、皆さんが無事に帰ってきてくれると思ってます。先生、頑張ってください。なかなか起きないですね。どうしますか？僕ちゃんがライの一撃で起こしましょうか。まだ何もするなよ。それにお前の愛の一撃では逆に傷物になってしまうことも考えられるし、やめとけ。それは言えるな。9都心で躊躇なく気絶させる奴が起こしたら、今度は商品にならなくもなりそうだしな。了解の妖怪で分かりやした。今はただただ我慢でパワー温存しときます。それでこの女の子が起きたらどう利用するとか考えてるのか。このクラスの可愛い女の子なら利用価値はいくらでもあるし、先に俺たちが楽しんでから金にする方向だな。それならさ、先に腹減ったからチャーハンでも頼むよ。こっちを向こうに向かい、先を曲がり。とにかく、巻き菱を巻いてもわからなくては意味がないし、かといって、下手にわかる場所だと、ゴミかと他の人に処分されても意味がなくなってしまう。こうした交差した道に、巻き菱をどうするか。小太郎さん、お願いですので分かってください。よし、もうすぐだ。サクさん、無事でいてくださいね。小太郎、この辺りでサクさんには待っててもらう約束をしてたんだなん。それなら闇野さんはここに戻り、サクさんがいないことを確認してアジトに向かったと考えられますね。それならば、あったぞ、あれのことだろう。これが闇野さんの目印に置いてくれた巻き菱に違いない。小太郎、そうだよ。闇野さんが話してた巻き菱はそれのことだよ。こんな緊急時だというのに忍者の血が騒いでいるのか、こうした手段の連携に嬉しくも感じてますよ。あそこにもう一つあるぞ。
小太郎、何かわかったのかにゃん。元のベースとなる場所からまずは近くにもう一つ巻いて向かう先の方向を伝えるのですよ。それが見つかりましたのでスタート地点から向かう方向は分かりました。招き、次となるヒントの巻き菱も見つけました。この方角で間違いないですね。招き、こうした交差点が一番難しいのです。確かに、どの道に行けばいいのかわからなくなったにゃん。昔なら木に直接つけたり向かう道の真ん中に分かるよう置いたりもできましたが、現代ではそうもうまくいきません。なぜなら人通りの多い道などではどこに行っても道はきれいに清掃されていて、ゴミとみなすものは捨てられるのと、場所によっては自然がなく巻き菱を目印に食い込ませることが不可能なのもあります。それなのでこんな交差した場所で闇野さんはどこに巻き菱を巻いたのか。闇野さんはさすがですね。現代では家庭への電気の供給で電線がありますので、そこに目印の巻き菱を引っ掛けたのですね。でも小太郎、電線に物を引っ掛けたらよくないにゃん。そこはすぐに見つけて回収してくれると分かっていての闇野さんの判断だったのでしょうね。風魔流風間手裏剣。これが闇野さんの目印に置いてくれた巻き菱に違いない。アジトに着きましたね。やはり先ほど見た車と同じですね。建物の中では奴らは何をしているのか、サクさんは無事なのか、あまり時間に余裕はありませんが考えないと。このチャーハン最高ですね。僕ちゃんもコツコツ頑張ることがこの先にあれば、作り方教えてください。そうだな。いつまでも盗撮で飯を食える保証もないし、そうなったら俺たちで最高のチャーハン屋でもやりたいな。起きたのかな。ここはどこなの？なんで私はこんな場所にいるの？お姉ちゃんは起きたみたいだな。別に暴れても騒いでも構わないけど、周りに民家もないし誰も来ないから言うことだけ聞いてな。そんな、なんでこんなことに。そういうことだから仲良くしようね。夜のディナーでも今すぐのランチでも好きな方を考えときな。確か私はキュートシンでマネキちゃんと一緒に楽しんでいて、マネキちゃんと闇野さんがケーキ屋まで行ってる間に私はアリーナを眺めていて、そこから覚えてない。すごく不安。小太郎さん、影丸さん、助けてください。お父さんは私以上に心配してるかもしれないけど、お父さんの責任じゃないからね。まあ、起きたのなら、俺たちが何をやっても平気なのを証明する合意書をしっかりと書いてもらわなきゃ。その後で何がお好みなのか、いろいろと利用させてもらうから。なんとか周りに見つからずに、小太郎探偵までたどり着けた。落ち着かなくてすまない。仕方ないですよ。まさかサクさんがキュートシンでこんなことになるとは誰も予想できないことですから。小太郎、頼む。拙者は必ずこの探偵事務所を守るから、サクさんを無事にお父様の元に返してやってくれ。
誰か来たみたいですが、まさか殴り込みとかではないですかね。くのいちさん、殴り込みでご丁寧にチャイムは鳴らさないでござるよ。不安なら拙者が出るでござろうか。それなら私が出てきます。今出ますのでお待ちください。参った。ここで闇野さんが巻いてくれていた巻き菱が途切れてる。この辺りは住宅街なので民家の人が処分してしまったのかも。招き、忍術も疲れると思うけど頼めるか。私も普段なら疲れたって言ってやりたくないけど、サクさんの笑顔を必ずまた見たいから限界でもやるなん。小太郎、頑張るから夜はサクさんとお父様にも美味しいものを頼むなん。招き忍法行き先発見。小太郎、このまままっすぐの方向に闇野さんがいるみたいね。招きありがとう。それならこの先の巻き菱が処分されてないことを願って進みましょう。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。今手のひらを握りしめて私は泣かない。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。もう一度会いたかった。私は泣かない。